パーデコレーションの山本恵美子です。今日はつるすとかわいい洋梨の飾りとりんごの飾りを作ります。下の辺の印とこの右の辺の下の印をつなげるようにカーブを描きます。右上の2つの印ですね。これもつなげるようにカーブを描きます。左上のこの印からちょっとだけカーブを描きます。こちらもちょっとだけカーブを描いてこんな形に描きます。こちらの下の印からこの右端の印に向けて丸を描くようにカーブを描いていきます。で、これと同じような感じで半円になるように円を描きます。上の印から4分の1ぐらいの円になるように、この辺のね長さとかカーブの感じとか多少全然この見本と違ってても構いませんので、雪だるまみたいな感じでですね線を描いていきます。で、ここもちょっとだけ雪だるまの反対の頭がちょっと見えているような感じで下もちょっとだけカーブをつけます。洋梨とりんご描いた縁の通りに切っていきます。りんごと洋梨のこの中の部分の型紙3種類も作っていきます。厚紙に先ほど作ったりんごの型紙を写し取ります。端っこを合わせて2枚取ります。1つ目のりんごの方、少し内側どうですかね、1センチぐらい下のとこですかねをぐるっと1センチ小さなりんごっていう感じですかね。1センチじゃなくても大丈夫です。お好みのサイズで一回り小さなりんごの型を描きました。で、もう一つの方は中の芯を描きたいので、ちょっと下のところから真ん中の膨らんだ山みたいな感じのを描きます。こことここを使いますので、この線に合わせて切り取ります。同じように洋梨の中側も作ります。この辺りに丸く
ちょっと涙型みたいな感じに描きたいので、このへこんだあたりぐらいからですかね、の下あたりから入っていって、ちょっとこんな感じですかね。こんな感じで余分なとこ消します。どんな形でも構いません。なんとなく涙型の半分になればいいと思います。でこちらも切っていきます。作った型紙を使って紙を切っていきます。この横幅ぐらいのサイズに紙を折ります。ね、この横幅より少し大きいぐらいですかね。でこれで半分に折ります。でこの折り山のところにこのまっすぐの線を合わせて写していきます。3枚写し取ります。3枚写し取ったら切っていきます。3枚切れました。他のパーツもすべて3枚ずつ切りました。むきかけりんごに赤色の色を入れていきます。こんな感じで入れていきます。下にはみ出してもいいように紙を引いていただき、赤色のペンで縁をこんな感じで描いていきます。裏も描いていきます。3枚とも色をつけていきます。りんごの種を作ります。茶色の紙を小さくて構いません。準備していただいて、二重になるように半分に折って小さな涙型にたくさん切っていきます。大きさは適当で結構です。ちっちゃいものや大きいものや長細いもの、いろいろできて構いません。立体的になるように貼り合わせていきます。3枚のうちの1枚を広げて、あとの2枚をここに貼っていきます。折り山に木工用ボンドを爪楊枝ですくって少しのせるような感じで塗っていきます。でこの線状に塗れましたら、広げたところの真ん中の線に合わせて置くように貼っていきます。こんな感じですね。1枚貼れましたら反対側にも貼っていきます。同じようにボンドをのせていきます。でこちらの線の上にくっつけます。そうするとこんな感じでもう立つようになります。ボンドが乾かないうちに糸を挟み込んでいきます。このボンドが少し見えているようなところに糸先を持ってきて、中くらいのあたりからですね、この縁っこに沿うように糸を置いていきます。ピンセットか爪楊枝のような先の細いものがあると便利だと思います。
でこんな感じで貼れました。洋梨の真ん中に種をつけていきます。先ほど切った種を1枚出していただいて、ちょこっとだけボンドをつけてもらって、真ん中のところにですね、この線の左右にハの字型になるように種を貼っていきます。これ3枚とも同じようにいたします。洋梨に中側を貼っていきます。裏返して全体に糊をつけて、この先ほどのですね、このつなぎ目のところ、少しまだボンドが見えてますが、こちらに中心をぴったり合わせて貼っていきます。同じようにつなぎ目のところに貼っていきます。3箇所のつなぎ目のところに貼りました。つなぎ目のところは実は4箇所ありますが、もう好きなところ3箇所に貼っていただければ結構です。りんごも梨と同じように作ります。むきかけりんごの皮を作ります。湯飲みの口の丸みを利用して沿わせて円を描きます。この円に合わせて切っていきます。で切るときにですね、この丸に合わせてきれいに切らずに、ちょっとガタガタぐらいで切っていきます。こんな感じです。そうしましたら、適当なところからハサミを入れていって、ぐるぐると渦巻き状に中に切っていきます。でこの時もちょっとわざとガタガタとなみなみとしながらりんごの皮のように切っていきます。で中心に向かって渦巻き状に切っていきます。こんな感じですね。で、ちょっと気になるところは切ってしまって、でこの先をこのりんごの赤色の端のところに貼っていきますと、こんな感じでむきかけの皮がつながったようなりんごになっていきます。お好みで茶色の色画用紙を細長く切って軸を作ったり、葉っぱをこの葉っぱの形にしてですね、緑の色画用紙を切り抜いて貼っても可愛いと思います。モビールなどにするときはお好みでこの紙の切れ端にですね、ボンドをつけて糸の先をボンドにつけて紙で挟み込むように、糸の先端に真ん中に空洞のついた縦長の円柱状にした紙をつけて、で竹ひごなどに挟んでいくとこんな感じで吊るすことができます。お部屋に可愛く飾ってみてください。